お兄さんがスライムに転生したら何をしますか？エルフの里でスライムプレイ。どうも、熊五郎兄さんです。本日はこちら。じゃーん。これです。はい、こちら iPad 4ですね。ジャンクで3000いくらとかそんなでした。3500円ぐらいだったかな。例によってアクティベーションロックがかかってるらしいです。ジャンクで買ったんで文句はないんですけど、結構傷が入ってるね。割れてなきゃいいんだけど。表面がね、軽く傷入ってるぐらいだったらどうでもいいんだけど。iPad 4、型番が A の1460、Wi-Fi プラスセルラーモデルですね。16GB。裏面も結構汚ねえな。いつもながらですね、基板をいじって、セルラーモデルを Wi-Fi モデルとして生まれ変わらせて、アクティベーションロックを回避して使えるようにしようと。そんな企画です。とりあえず状態確認していきましょう。はい、じゃあ状態確認していきます。電源オン。あれ？電源入んねえの？電源入んねえや、これ。聞いてた話と違うな。ちょっと一回パソコンにつないでみよう。とりあえずつないでいきましょう。大丈夫だった。充電がないらしい。すげえ焦った。ちょっとね、充電してからもう一回始めよう。はい、一応充電30分ぐらいしました。ちょっとね、問題が発生してるっぽくて、電源勝手に入ったのね。充電してたら。で、日付がまずおかしいでしょ。9月26日の朝8時になってて、で、充電がね、2% から増えない。で、設定で Apple ID パスワードを入力してくださいって出てるのね。で、ホームボタンを押して開く。ちょっとね、名前とかさ、あとここにメールアドレスとかも全部出てるんだよね。やばくない？パスワード入力してください。今はしない。で、操作できちゃうんだけど。どういうことなの？なんか充電してくれってなってる。充電してんだけど。なんかおかしいね。接触量来てんだね。動かすと、このマークが出たり、消えたりしてるわ。アクティベーションロックに関しては、Apple ID 入れてくれとは言ってるけど、今はしないで操作できちゃうんだよね。メールとか、さすがにないか。よかった。もちろんパスワードわかんないんで、iPad を探すがオフにはできないけど、これオフにできたらもう完全に解除だよね。しかもメールアドレス出てるから、普通にこの人に、買ったんで、連携切ってくださいみたいな連絡すればいいんじゃないの？Wi-Fi 繋がった。そうか。何か設定するときにはこのパスワードが必要だっていうことなんだよね。どうすんのがいいかな？ IMEI でこの機体のことを調べたんですけど、当然かもしれないですけど、盗難とか、紛失とかっていうステータスはなくてクリーンの状態で au の端末でした。で au の利用制限もかかってない。普通に丸だった。これ3G なんですよ。au の 3G ってもう終わってるんで、とりあえず今から契約はできないし 3G で使いたいっていう人も多分いないと思うんですよね。なのでこの機体は Wi-Fi モデルに生まれ変わらせて前の人の設定とかも全部一回消してしまって、で充電端子ですね、これを交換して直そうか。そしたらちゃんとした iPad 4 Wi-Fi モデルになるんで、それがいいよね。前回の iPad Air 2の時の失敗もあるんで、ファームウェアの入れ直しだけ先にちょっとやってみます。で、一回まっさらの状態で立ち上げてみよう。はい、とりあえずこのモードにしました。iPad 復元。iOS 10.3.4。その CDMA 用のファームウェアですね。これで一回やってみます。今復元始まりました。今 3G 用のファームウェアを普通に入れてるだけなので、それを入れて完全に初期化された状態で立ち上がってくれて操作ができれば OK です。アクティベーションロックかかりましたね。iPad ロックかかったまま動いちゃってたけど、ファームウェアをちゃんと入れ直したらちゃんとロックがかかると、そういう感じでしょうかね。で、今この状態でかかってるんで、もう解除するの無理だと思います。あれ、でも Wi-Fi 出るね。そうだよね。Wi-Fi が出るっていうことは、もしかしたら望みがあるかもしれないよね。はい。いつものマイクッキング。で、温度管理ちゃんとやりたいなと思って、今回はね、テスターの温度測定機能を使ってやっていきます。iPad の裏のところにくっつけておきます。こんな感じだね。今25度。はい。一応目標50度ぐらい。はい。本体50度超えましたので、取り出したいと思います。ぬるい感じだね。でも手でギューッと持つと熱い感じ。なんか開けるのはこの辺から行くみたいです。このボタンの下あたり。吸盤では反応しないね。いや、入んないね。入っていかない。なぜか上側で入った。
一応ここからここまでいけましたね。あとはヒートガンでやっていきます。でここに Wi-Fi アンテナあるみたいで、ここは深く入れないでくださいって書いてありました。あとここにパネルとのケーブルがこの辺だと思うんですけど来てると思います。なのでここも深く入れないようにした方がいいですね。あとは奥の両面テープをこれで切っていきます。上は取れたね。こっちも OK だけど、多分 Wi-Fi アンテナが剥がれてないね。あ、大丈夫だ。綺麗に取れてました。なんか繋がってるね。あ、ホームボタンの配線だ。はい、来ました。なるほど、ホームボタンの配線がここで邪魔してますね。じゃあ液晶外してみます。液晶は取れるかな。液晶のフレキがこう入ってるんですけど、ここにある黒いバーを引き上げるみたいですね。こっち側に引き上げるみたいですね。なんかすげえ壊れるらしい。おいった。はい、これで液晶外れましたね。で、タッチパネルはこれだね。で、多分貼られてんだよ、どうせ。ね、フレキを貼らないでほしい。貼ってあるね。根元まで貼り付いてるね、これ。よし、来た。悪意に満ちてるね。あとそうか。こっち取っちゃおう。ここ多分電源。下に接点があるね、多分これ。なので、これをぶっ込んどきます。多分これで切り離せたと思います。これがホームボタンのケーブルですね。ここに入ってるんで、黒いカバー外します。あ、ここもラッチだね。はい。やっとスッキリしましたね。で、狙いはこの辺りだと思います。なので、こいつを剥がすんで、これを剥がすのかな。はい、来ました。Apple A6X。ダメ元の修理ってなんか作業進まないよね。で、一応これ、Apple A6X。壊すのが、ここ。一応サイズ感としてはこんな感じなんですけど、比較的大きいのがここにあって、1、2、3、4、5個、ここに小さいのが並んでると思うんですよね。で、このモデルは CDMA バージョンなんで、一番端っこ、一番上ですね。この抵抗を破壊します。で、なんか、日本では売ってないのかもしれないけど、GSM 版、型番が A の1459かなは、この一番上から2番目の抵抗を壊すみたいです。で、このモデルは一番上ね。これを壊していきます。これだね、壊すのは。で、大体壊し方はね、この銀色のところって結構強くついてるんで、真ん中の黒いところですね。ここに先端を当てて、ゴリッと。こんな感じ。あ、綺麗に取れたね。すげえ綺麗に取れた。ちなみに、この大きさですからね。人差し指の指紋が外したのはこれですからね。肉眼ではね、認識できない大きさですからね。気をつけて作業してください。じゃあ戻していこう。戻すの早いよ。これも綺麗に取れたね。あとは両面テープ取っとこうか。ちなみに最近お兄さん、宝山のピンセットを勧めてますけど、これも宝山だし、これも宝山だし、これも買った。これ全部で500円ぐらいなんだよ。540円とかで買えるの。で、逆性ピンセットって、グッドのやつも持ってんだけど、サイズも違うっていうのもあるんだけど、やっぱこっち精度いいわ。安いし精度いい。この先端のギザギザも噛み合ってますからね、これ。すごいよ。これ宝山。で、これダイソー。どれぐらいの力で掴んでるかわかんない。こじる工具としては便利。で、こういうテープ剥がしたりとか、ちょっと力かかるやつは、この矢尻型っていうのがおすすめですね。ギザギザになってるんで、ここがしっかり掴めます。いやー、これ面倒だな。いやー、こういうところ、裏から両面テープ剥がした時のゴリゴリした跡だね。裏から見えちゃうんだね。多分表面の黒いのが取れて白くなってますね、ここが。
とりあえずバラして抵抗破壊して戻しました。じゃあパソコンにつないでこいつを Wi-Fi モデルに切り替えていきます。はい、それじゃあ iPad パソコンにつないでいきます。iPad 復元、これシフトキーを押しながら。で、Wi-Fi 用のファームウェアですね。入れていきましょう。iOS10.3.3 復元。じゃあ復元されるのを待ちましょう。これでね、終わった時にアクティベーションロックって出たら、もう多分ダメなんだけど。とりあえずやるだけはやったよ。iPad 動くかな？はい。丸ごといちご。いちごが丸ごと3粒入り。これね、バナナのやつ美味しいよね。いちごのやつね、お兄さん食べたことないと思う。ね、山崎ですね。ちょっとね、美味しいのが分かってるものを食べるっていうのもね、ワクワクはしないよね。いただきます。ショートケーキよりうまいもん。そうだ、なんか持ちやすいショートケーキだよね。美味しいよ。見たまんまだよ。山崎丸ごといちご。もう山崎だからお兄さんはなんかもうベタ褒めするでしょ。みんな思ってるでしょ。そんなことない。今回ちょっとね、一つ言わせていただきたい。とても美味しかった。だけど、一個致命的なことがあったよ。これぐらいの大きさだったじゃないですか。で、いちごが3粒ですよね。当然3口で食いますよね。で、お兄さん一口目食べました。口の中にいちごが1粒入ってきました。とても美味しい。で、2口目を食べました。その時に、なんとね、いちごが2つ入ってきちゃったんですよ。で、超美味しかったのね。で、3口目はいちごないわけですよ。当然ね。食べちゃってるから3つ。3口目はね、なんか普通に全然ショートケーキ感がなかった。いちごのね、配置ね。1個目ここでよかったよ。2個目、3個目だったんで多分。ここになかった。ちょっとずらしてほしかった。でもね、一口ごとに違う味が楽しめてよかった。それはそれで。10点。新しい iPad へようこそって書いてあるから、ちょっと向こうに戻ります。はい、新しい iPad へようこそ。来ました。新しい iPad として設定続ける。iTunes と同期はしなくていい。このまま消す。で、iPad どうなった？チャオ。アニョ派せようかな。じゃあ設定やっていくよ。Wi-Fi 選べるね。はい。おーこれいけてんじゃね？シリ。ほら。カメラも大丈夫だね。動いてるね。iPad 4は使えるようになっちゃいました。ソフトウェアアップデートのなんか自動のやつは切っといた方がいいみたいなことは書いてあったけどね。シリ。Hey Siri。Hey Siri。今日の天気は？ Hey Siri。私です。何これ？友達を探すってある。いいじゃんこれ。友達いない人は友達探せるってよ。じゃあ、この辺のね、両面テープ剥がすときに擦れちゃってる、この裏側からの塗装が剥がれてんだよね。黒い塗装が。ここだけちょっと補修して、テープ入れ直して、綺麗にしちゃおうか。あと、ドックコネクタ交換しなきゃいけないんだよね。反応悪いから。部品ちょっとこれは注文しないといけないからね。あさってぐらいかな。届くのが。わかったよ。はい。じゃあ、部品届いたら、これ直していきます。はい、部品来ました。こちら。ボンズストア楽天市場店。ドックコネクターですね。値段で1900円ぐらいでした。ここだね。こうなってるみたいだね。これ交換するの取らなきゃダメだね。やっぱり。ネジがこっちから止まってる。いいや、取ってみよう。とりあえずこいつをパチンと。抜けた。これが接触不良部品ですね。はい、入ったよ。よし、コネクターはこれで大丈夫だろう。とりあえずこれは一旦避けて、こいつの補修だよね。適当なマッキーみたいなやつで傷隠しちゃおうかなと思ってるんですよね。マッキーって言っても、こっちのマッキーじゃないよ。こっちのマッキーだよ。いや、今の良くないな。今の、ピント来ても反応しないでね、今のは。はい。綺麗に消えます。消えた。どうしようかな。とりあえず両面テープ入れようか。両面テープはこれですね。幅 1mm の両面テープ使います。ここの黒い部分ちょっと削っちゃいましょうか。切っちゃいましょうか。こんな感じですね。へこんでる部分のプラスチックパーツを切り落としました。両面テープ入れますか。そうですね。これでぐらつきそうな部品と
全周で両面テープ入ったので大丈夫だと思います。あ、そうか、一回チェックした方がいいのか。大丈夫そうだね。はい、じゃあパネル貼っていきます。じゃあ動作チェックしていきます。大丈夫ですね。お絵描きもバッチリ。はい、今回 iPad 4なんですけども、ちゃんと動く状態に直せました。アクティベーションロックが解除ができたっていうことと、あと充電端子ですね。これは新品に交換してあります。一応カメラの動作だけはチェックしてあります。ちゃんと直せましたので、今回プレゼント提供させていただきます。ただ状態に関してはあまり期待しないでください。まずガラスに傷が入ってます。割れてはいないんですけど、細かい傷がチャカチャカチャカっと入ってます。あと本体裏にも細かい傷がついてます。でパネルの接着はちゃんとやったつもりなので、浮いてはいないと思います。よくよく確認するとちょっとやっぱり中にゴミが入ったりとか、ちょっと指紋がこの辺の端っこにちょっとついてたりとか、私の作業の甘さもちょっとありますので、あまり状態に期待はしないでください。でプレゼント条件なんですけども、まずチャンネル登録者向けのプレゼント企画として考えてます。なのでチャンネル登録されている方ですね、プレゼントキャンペーンは Twitter で行いますので、Twitter のフォローとキャンペーン用の固定ツイートを用意しますので、リツイート、あとコメント欄にチャンネル登録している証拠の画像ですね。スクリーンショットでもパソコンの画面を写メで撮っても何でもいいんですけど、で画像をつけて何か一言入れてください。熊五郎お兄さんの DIY では基本的にジャンク品買って修理やってます。また見たいなという方はチャンネル登録お願いします。あと通知オンにしてない方多いみたいなんで、チャンネル登録のボタンの隣にあるベルマークですね、通知オンになっているかどうかちょっとチェックしてみてください。それではまた熊五郎お兄さんでした。バイバイ。